自分の時間の使い方を大切にしていますか？一寸の光陰軽んずべからず、夏目漱石。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は夏目漱石の言霊を紹介していきます。大正時代の日本社会は忙しさと変化に満ちており、そんな中で生まれたこの言葉は、私たちがどのように時間を価値あるものとして扱うかを教えてくれます。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。まず夏目漱石のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カーメです。私、あまり本を読まない世代なので、夏目漱石について知れる機会をいただけて、とても興味を持ってきました。有名な作品をいくつか教えてください。そして、やっぱり生まれや環境、どんな教育を少年期に受けていたのか、が気になります。いやー、ハミルさん、夏目漱石に興味を持ってくれてありがとう。彼は日本文学の大物で、彼の作品は今でもたくさんの人に読まれ続けているんだよ。早速ポイントとなる部分を話していくよ。夏目漱石は1867年に東京で生まれたんだ。彼が生まれた時、ちょうど江戸時代が終わる頃で、幼少期には大きな社会の変化、明治維新を経験したんだ。漱石は生まれてすぐに夏目家の養子になったんだ。だから身の両親じゃなくて養父母に育てられたんだよ。彼の養父夏目家は昔からの武士の家で、教育にはかなり力を入れてたんだ。教育はかなり厳しくて、子供の頃から優秀だったんだ。特に英語が得意で、東京帝国大学、今の東京大学で英文学を専攻したよ。この勉強が後にイギリス留学につながり、その経験が彼の文学に深い影響を与えたんだよ。夏目漱石の作品は人間の心理をうまく描写して深いところまで突っ込んでいくんだ。彼の有名な作品にはこんなのがあるよ。我が輩は猫である、心、坊ちゃん。作品は日本だけじゃなくて世界中で読まれていて、たくさんの人々に影響を与え続けているんだ。時代の変わり目に生まれて、養子で育って、厳しい教育だった。そして、先生にまでなるんですね。そこから、文学への目覚めというか、小説を書くきっかけとか、そういうのを聞きたいです。オッケー。小説を書き始めた理由について、ちょっと話してみよう。本格的に文学の道を目指すようになったのは、大学での勉強とその後のイギリス留学が大きなきっかけになったんだよ。大学生の時、特にイギリスの文学に深く感銘を受けた漱石は、それを自分の文学に取り入れようと思ったんだ。実際に小説を書き始めたのは教師として働いてからだった。1905年にホトトギス誌では我が輩は猫であるの連載をスタートさせたことで、彼の文学界での地位が確立されたんだ。この作品は独創的なスタイルで注目を浴びた。教師としての仕事をしながらも漱石は文学への情熱を失わなかったんだ。彼の最初期の作品は自分の経験をもとにしてたことが多くて、教師としての経験も作品に強く反映されてるんだ。次第に自分の内面と向き合う作品を書くことが増えていって、後期の作品では人間の孤独や心理を深く描いて読者に強い共感を呼んだんだ。先生と小説家を同時にこなしていたなんてすごい。影響を受けたとされるイギリス留学のこと、もう少し深く聞きたいです。夏目漱石のイギリス留学は彼の文学的な視野を広げ、その後の作品に大きな影響を与えた重要な期間だったんだ。漱石は1900年から1902年まで日本政府の奨学金を受けてイギリスに留学した。当時のイギリスは産業革命後の変革期で、異国の地で孤独感と文化的な違いに戸惑ったようだ。生活は簡単じゃなかったけど、イギリスの文学や哲学に触れることで人間の多様性と複雑さを新しい角度から考えるようになったんだ。言語や文化の違いから来る孤独感や違和感は彼の作品に深く反映されることにつながった。帰国後の作品には西洋と東洋の文化の違いをつなぐ試みが見られ、個性を形作る要因となったんだ。坊ちゃんや彼岸過ぎてなどの作品にはイギリス留学時の経験が鮮明に反映され、漱石独特のユーモアと皮肉が読者から高く評価されたんだ。ところで気になっていたんですけど、どうして先生になったんですか？小説家として才能が花開いたなら一本に絞っても良さそうだけど。漱石が教師を目指したのは安定した仕事も欲しかったからなんだ。大学を卒業してから最初は東京の第一高等学校で英語の先生をやってたよ。当時の日本では大学を卒業して高校の先生になることは地位も安定も保証された道だったんだよ。教師としてのキャリアでたくさんの生徒たちに影響を与えたんだ。ただ知識を教えるだけじゃなく、生徒たちの個性や才能を引き出すことに力を入れたんだ。彼の教育方針は
自分から学ぼうとする気持ちを育てることだったんだ。漱石の教師としてのアプローチは彼の文学作品にも反映されてて、教育が広くテーマになってるんだ。その中でも坊ちゃんは教育の実態や先生と生徒の関係を風刺的に描いた作品として知られてるんだ。なんか意外だな。そんなに頭のいい人だから文学一直線ってことだと思った。夏目漱石のルーツについてはだいぶ理解できてきました。すごく一直線な人なんだなって印象です。夏目漱石の文学的足跡を振り返ることは日本の近代文学を理解する上でとても大事なんだよ。彼の代表作を紹介したいけど、誰でも読みやすいものを一つだけ紹介するね。心。この作品は師弟関係を通して人間の孤独や罪悪感、社会の変化に対する不安をえぐり出してるんだ。漱石の心理描写の技術はめちゃくちゃ高く評価されてて、日本文学の心理小説の金字塔って言われてるぐらいだよ。彼の作品は日本人のアイデンティティや倫理観について考えるきっかけを提供したんだ。時代の変わり目だからこそ多くの人に影響が広がっていったんでしょうね。よりちょっとの婚姻カロンズベガースという言霊の意味や背景が気になってきました。ぜひいろいろ教えてほしいです。よし、次のセクションで言霊が生まれた背景と私たちが今に生かすべき点を一緒に探ってみよう。一寸の婚姻カロンズベからずという言霊について、その意味と背景を掘り下げてみよう。一寸の婚姻、つまりわずかな時間を軽視しないで大切にするべきだという意味を持っているんだ。日本語の婚姻は時間を意味する古語で、いつの間にか過ぎ去ってしまう時間を象徴しているんだよ。忙しい日々の中でも一瞬一瞬を意識して生きることの大切さを伝えているんだ。この時代、日本は急速な西洋化と近代化が進んでいて、時間という概念に対する新たな意識が芽生え始めていたんだ。夏目漱石はただ単に時間を効率的に使うだけでなく、一瞬一瞬を意味あるものとして見つけ、充実した生活を送ることの重要性を教えているんだ。この考え方は漱石が文学を通じて伝えた人間としての性の深さや豊かさへの追求を象徴しているんだよ。なるほど。意味についてはすごくよく理解できました。確か夏目漱石は江戸時代の終わり頃に生まれたって言っていましたよね。その頃の時代背景を紐解けば、より言霊の意味が理解できるような気がするんです。ぜひ教えてください。夏目漱石が生まれ育った時代は江戸時代の末期で、日本は大きな変革の最中だった。この頃、日本はまだ江戸幕府の支配下にあったんだ。でも彼が子供の頃になると、幕末の動乱を経て明治維新が起こった。ここから西洋の科学技術や思想が積極的に導入されるようになったんだ。社会全体が大きく変わったよ。夏目漱石の生活もこの時代の変化の中で形成されて、彼自身も西洋文化や思想に深く触れることになったんだ。一寸の婚姻カロンズベからずといった背景には、このような時代の変動があるんだ。個人の時間の価値を問う哲学的な問いかけとして解釈できるんだよ。聞けば聞くほど今の私たちの時代に似ているんじゃないかなって感じました。最近 AI 時代に突入していますよね。夏目漱石はそんな中、文学を通して混乱する日本人にメッセージを送ったということになりますよね。この思いは当時の人たちにどんな影響が出たんでしょうか。メッセージとその影響について詳しく探ってみよう。漱石は自分の作品を通じて急速に変わる社会の中で生きる人々に深い洞察と理解を提供したよ。独特の視点から日本社会の矛盾をユーモラスに描いて、読者に新しい視点を提供したね。さらに日本文学において大きな役割を果たしたよ。深い人間理解と繊細な心理描写は多くの皇族の作家たちに影響を与え、日本の文学的景観を形作ったんだ。漱石は文学を通じて新しい時代の価値や考え方を分かりやすく伝え、人々が変化を受け入れる手助けをしたんだ。このアプローチは AI や技術の進展がもたらす現代の変化に対しても有効であり、私たちがこれを学び理解し、それに基づいて行動することが求められているね。すごいよくわかります。ここまでで私なりに未来に活かせそうなことは分かってきましたけど、やっぱりディスカッションしたいです。次のセクションで話をしてもいいですか。では夏目漱石の教訓を現代にどのように活かせるかを一緒に考えていこう。夏目漱石の言霊とその教訓を私たちの生活や未来へどう活かせるかを話し合うために、次のようなトピックを考えてみたよ。どの点について話し合いたいか選んでみて。時間の価値、変化への適応、教育のアプローチ、文学の力、個人の内面と社会。どれか話し合いたいトピックはあるかな。教育のアプローチについて話したいと思います。 AI とか新しいことは怖いことじゃないし、順応していかねばならない。これからの時代はきっと明るい
ぜひ、若い世代だけじゃなくて、いろんな世代の方へ時代の変化を受け入れる心の準備、みたいなところを伝えていく方法について語り合いたいです。素晴らしい提案だね。漱石の教育哲学を現代に適用する方法について考えて、前向きなアプローチを見つけよう。漱石の教育手法は、生徒たちの興味や関心に応じて学びをカスタマイズする柔軟性を持っていたんだよね。例えば、新しいことについて学ぶ際にも、その人が実際に関心を持つトピックに焦点を当てることで、彼らの学びに対するモチベーションを高めることができるんじゃないかな。さらに、対話やディスカッションを通じて、情報や技術について意見を語り、共有することで、より深い理解が生まれると思うんだ。自らの考えを形成し、自信を持って発言できるようになるためのステップだね。そして、情報の真偽を見極め、論理的に考える能力を身につける、クリティカルシンキングのスキルを育てることも大切だし、多世代間の学びも重要だね。漱石の教育哲学を現代に応用することで、多くの人々に希望と活力をもたらすことになるはずだよ。夏目漱石の考え方、とても共感しちゃいます。知識を知恵に変えなさいっておばっちゃんが教えてくれたことなんですけど、私もそんな風に伝えられる人になりたいなって思います。難しい言葉もたくさんあったから、少し自分で調べたり、深める時間を作ってみようと思います。今日は本当にありがとうございました。目標を持って積極的に学び、成長しようとする姿勢、すごく素敵だなって思うよ。まさに夏目漱石の教えを体現してるね。他にも私たちが活かせそうなこととして4つのアイデアがありました。皆さんもぜひコメント欄で坂本龍馬の言霊について語り合ってくれたら嬉しいです。皆さん、今回の動画を最後までご覧いただきありがとうございました。夏目漱石の言霊について一緒に考えることができて、私たちも多くを学ぶことができました。ここでもう一度あなたに問いかけます。自分の時間の使い方を大切にしていますか？これをきっかけに時間の使い方を見直してみるのもいいかもしれません。今日はいろんなことに納得できる内容でした。私もいろんな角度から工夫して自分の大切な未来を作っていきたいと思います。皆さんからいろいろ教えてもらい、成長していきたいです。ありがとうございました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。